皆様、明けましておめでとうございます。おともです。今年も、よろしくお願いいたします。というわけで今年の一発目いくぞ。木といえば倉庫の人。一銭排水なし修羅加工トンデン。挑戦開始じゃ。紀元2世紀末、五漢王朝は終焉の時を迎えようとしていた。民衆放棄である黄巾の乱を皮切りに戦乱の世が始まったのである。そんな中、天下の諸侯の中で突出した力を示したのが董卓であった。董卓は宦官撲滅の動乱に乗じ宮中に入ると暴虐と戦王を極めた。これに対し諸侯は連合軍を結成、打倒董卓へと動き出す。その軍友の中に大志を抱く曹操とそれを支える加工トンの姿があった。この孔融、孔子の血を引く者として董卓の暴挙は見過ごせぬ。俺は頼もしい。だが我が軍が誇る白馬義従も遅れは取らんぞ。諸侯が集まってこき脅しの応酬とはな。くだらん。猛徳、お前が組みする価値があるのか。まずは天下に宋猛徳の名を知らしめる。それで十分に。それもお前たちの働き次第だわな。頼むぞ加工トン。言われるまでもない。お前の道はこの加工玄丈が切り開く。武器はこちら。標準氷一気化成。いつものやつだな。やっぱこれが一番使いやすいよ。そんで今回も一戦排水なし修羅、全戦功達成&敵軍団全滅で、真の三国無双を目指していくんだけど、加工トンデン初回のこのステージで大事なのが、撃破数稼ぎ。というのも本体性能とは裏腹に、加工トンデンは構成上、撃破数を伸ばしづらいステージが多い。可否、長半、5上限。確かに多い。半分だもんな。そうそう。だからここは楽だからってさらっと流さず、しっかり撃破数を伸ばしましょう。後々泣きを見ないためにも、稼げるとこできっちり稼いどくべし。周遊伝の時みたいにな。それじゃあ始めるか。加工トンデン第一章。古老間の戦い。大志を胸に打倒董卓連合軍に加わった曹操と、それを支える加工トン、覇王の道を切り開く、男の戦いが今始まった。躍進、董卓とその一派を壊滅させる。進め、官室の平穏、我らが取り戻すのだ。では始めていこう。まずは南東からぐるっと北上していく。道中のリスクと隠しはもちろん撃破。というわけで初戦やっていこうか。加工トンの立ち回りは基本防御重視。出しが非連撃で押し込むのではなく、連攻撃は基本、間合いと敵の動向を見ながら牽制としてくる。敵がこちらの間合いに入ってきたら、弾けるなら弾き、そうでないなら回避。前方で敵をまとめて削れるよう位置調整も重要。加工トンの連攻撃序盤は前方に範囲が広い分、ほぼ前進しないので後方からの妨害に弱い。状況を見つつ細かく位置は取り直しましょう。ゲージが溜まったらターン押しラング。押し切れそうなら長押し。そんな感じで、徐々に勝ち筋を進めていく感じ。という感じでリスク撃破。続いて降りてくる隠しもしばく。加工トンの長押しラングはガードを挟まれやすいんだよな。そう。振り自体が遅い上に、振りと振りの間も長いもんで、敵の復帰を許しやすい。そのため長押しラングで敵将を振り抜く、従来の戦法が成立しづらい。隠し撃破。続いて中央を取り出ようとしていこう。途切れやすいと言いつつ長押しラングを当てきるず。方法自体はなくはない。詳しくはこちらを参照。見てね。そこまで難しくはないです。
慣れればサクサクできると思う。ただしこれはあくまで応用。立ち回りの基本が分かった上でやらないと、状況ごとの使い分けができない。無双5は操作テクニックだけじゃなく、状況判断が重要なゲーム。テクニックすぎたい欲に負けて、状況を無視してボコられないように。話を戻して20撃破、制圧していこう。撃破数も気持ち稼いでいきたい。前半のうちに300は言っておきたいもんで、加工トン電の撃破数目安がこちら。フォロー感は800ですか。800はあくまで最低限。さっきも言ったけど加工トン電は撃破数が伸びづらいステージが多い。その対策として、稼ぎやすいステージでは多めに稼ぎたい。そんな感じで中央取りで制圧。次は先行対象の中央射撃台を落とす。拠点加工健丈が制したぞ。落としました。早いね。続いて後順を片付ける。味方はまだだいぶ遅いな。しょっぱな演説なかったからな。そんなもんだろ。このとっとと範囲攻撃打って終わるしね。好きです。飾り気のない加工感らしいモーション。地響き3連打するんで、前方へのチラシとして優秀。また初回から当てれば敵将へのダメージもそれなり。カット高いとは言ってない。最後の地響き以外力は低いからな。つまりそういうことだ。健丈が討ち取った。後順撃破、そのまま東取りで制圧にかかろう。中に入ると範疇、制圧すると長領が迎撃に来ます。範疇はただのやりもぐだけど、長領は所属武将副将に騎馬隊までセット。難度は1ながらかなり厄介。心して戦いましょう。騎馬隊に揉まれるのが嫌なら、包囲戦を狙うのも手かもな。当たるのか。地響きのエフェクトって、見た目より気持ち範囲広いんだよな。範疇撃破、制圧もできたんで次は長領じゃ。前半の難敵。心してかかるぞ。この拠点加工健丈が制したぞ。来た来た。伝書も拾えたし応戦するか。もう一個も落ちてるし、安心して使えるね。ここだ、回避で接近。よし掴んだ。じゃあ加工トンの最大火力。行くぞ。オラ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 。覚醒連無限ラッシュが決まった。あとは押し込め。長領撃破、ちょい時間かかったかも。東取りでも制圧完了。このまま北東射撃台も落としましょう。全体的に動作の遅い加工トンにおいて、唯一まともに手数を触れるのがこの連攻撃後半。遅さもだいぶマシになり、踏み込みながら凪を連打し非常に強力。この部分に繋げるかで、加工トンのポテンシャルが変わる。尊敬に褒められた、嬉しい。北東射撃台制圧、これで先行1達成。下の呪霊も倒しちゃおうか。味方を早く進めたい。助威撃破、味方進めよう。ここの甲状戦は時間かかるんで、ほんと頼むぞ。前半戦終え戦況確認。現在開始5分52秒。特に問題なし。じゃあ甲状戦にかかろうか。まあ言うてプレイヤーがやるのは土砲破壊だけだけどね。必要なことだけやって、あとは味方にお任せ。ここは要所要所で分担作業した方が、効率いいからな。この手で攻めることになろうとは。しかしこれをなぞにして官室は守る。艦を中止や力を合わせ突破するのだ。炎症のセリフの裏で、土砲破壊作業。ここの工場作業は味方だけだと遅れがち。そのため先行用に開けたい上面の土砲は自分で壊しましょう。ただし破壊作業は今後衛星や岩石兵に阻まれ、非常にやりづらい。土砲を削ることにばかり気を取られず、周囲の動向には気をつけましょう。そんな感じでまずは1個破壊、残り3個。ほんとコローさんはこれさえなければな。ゆったり楽しみやすいんだけど。土砲が硬すぎる上で妨害が鬱陶しいから、時間も取られるしストレスフル。耳とか分身とかで時短できる一部の武将以外、とてもやりたくない。土砲破壊完了。ああ長かった。5倍速であんなにかかるのか。体感時間は当倍よりもっと長いぞ。話を戻して次は挑戦を倒します。理由はこちら。まあハイパー化してないし、すぐ倒せるよ。おいん、やる気ねえな。娘がドンキでボコられてるっていうのに。まあ難度1ならこんなもんよ。ここで命を散らすわけには。一旦身を引きます。挑戦撃破、ちょろいもんよ。これで下ごしらえはできたかな。ここまではまあ準備運動みたいなもん。突っ込む前に見ておくか。別に大丈夫だよね。
それじゃあ敵本陣に突っ込もうか。敵本陣でよく含む敵軍団を一掃しつつ、撃破数もがっぽり稼ぐ。盛り上がってきたぜ。敵本陣に侵入すれば、フォロー3枚の敵軍団はほぼ全て、本陣防衛のためこちらに出向いてくれる。それを活かして大軍勢とのワクワクバトル。移動の手間が省け速攻しつつ密度アップで撃破数ブースト。まさに一石二鳥。このステージはこのためにあるまである。大金パーティの始まりじゃ。立ち回り解説。まあ最初に話した本通りです。まああと敵の動向を見つつ牽制連攻撃。敵が近寄ってきたら弾くか回避で対応。無双ランドで序盤でチラシと削りをしつつ、相手のブーストの火力で押し切る。そんな感じですでに次のの、連射、ラオチュウを勝つと、この先も安泰だな。動作が重い軍隊集団に強い。加工トンの強みが存分に発揮されておる。ただし強襲はそば戦が暴発しやすいです。特に回避後に敵が真正面にいるとな。そうそう。だから回避は敵の真正面ではなく、敵集団を前方に捉えつつ、若干離れた位置がいいね。ポッキーの標準武器のリーチがあれば、距離があってもリーチ範囲で優位に立てる。よっとオタク含め残り敵将3人。撃破数は800を突破。もう一押し稼いでいこう。まずは6をフィニッシュ。6撃破、刀剣の締めてあとは投託だけ。投託だけになったら、制圧と撃破数稼ぎだけして縄文前に戻りましょう。先行にでフォロー間縄文を開けないといけないからな。ここは画面外の味方の工場作業が遅い関係で、勝者ができたら、プレイヤーの画面前に入れた方がいい。話を戻して投託軍本陣制圧完了。撃破数も900を突破。素晴らしい。これで次以降の余裕ができたな。それじゃあ翻って、あとは勝者の門突を見守りましょうか。よしよし、ちゃんと動いてるね。勝者をカメラに映してくださいよ。いや上に岩石兵がいたもんで、一応やっとかないと。よしよし、半分いった。あと一突き。さあ行け。フォロー間北門突破。これで先行に立ってあとは投託、お前だけだ。ちゃんと投託だけです。これでフィニッシュ。投託撃破、これで攻略完了です。やはり加工トンの進化は大軍勢との決戦。崩壊テクニカル戦法。惚れ惚れするぜ。よくぞ戦った。我らの勝利である。十分な戦果だ。クリアタイムは10分35秒。撃破数は910人。いいぞ。目安を大きく超えて900超え。幸先のいい滑り出しだ。弾みがつくな。新年早々縁起がいい。縁起。では、加工トン伝第1章はここまで。視聴者の皆様、今年も、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではご視聴、ありがとうございました。